皆さんこんにちは、ボロタン Z です。今回は前回までに作った女の子の体を作っていきたいと思います。以前の動画で行った方法と同じようにローポリから作っていくことで早く簡単にクオリティの高いモデルを楽しく作っていくことができます。そして女の子に可愛い服を着せてキャラクターを作り上げていきます。ブレンダーを使えば簡単に早くクオリティの高い服を作ることができます。もう他の高い 3DCG ソフトを使う必要はないんです。そして最新のブレンダーをうまく使えば直感的に楽しく簡単に作ることができます。長年 3DCG を仕事にしてキャラクターを作ってきた経験から最も効率的に簡単に早くキャラクターを作る手法を考えましたので皆さんにお伝えしようと思います。この手法を使えば簡単にいろいろな服やキャラクターを作っていくことができますので最後まで見て参考にしてください。このチャンネルはこれから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では始めていきましょう。ではまず以前の動画で行ったローポリモデリングの手法で女の子の体を作ります。キューブの上の面を押し出して頭を作ります。エクストルードとスケールを使いながら大きく形を作っていきます。調整は後で行いますのでまずは素早く大きく形を作ることに専念します。頭と体ができたら中心でエッジを分割して半分を削除します。そしてモデファイヤープロパティでミラーモデファイヤーをつけます。そうすると半分を作ると反対側も作ることができます。足の先まで出来上がったら胸の横の面を押し出して腕を作ります。指も大まかに作っておきます。体の横の面のエッジを分割して指を4本作るためにさらにナイフツールで分割して4面に分割してから2本ずつ押し出して指を作っていきます。ここまでできたらマイナス Y を押して正面のビューにします。メジャーで作りたいキャラクターの身長の長さを測ってスケールでモデルの大きさを調整します。人体比率の画像をドラッグ&ドロップで読み込み横に置き画像の身長も合わせておきます。そして X レイをオンにしてモデルの頂点を選択して比率を画像に合わせていきます。大まかに合わせたら横のビューにして横も適当に合わせていきます。人体比率の画像を中心に置いてシルエットを合わせていきます。大まかに形ができたらミラーを適用します。今回は A スタンスで作成しますので腕を斜めに回転させます。腕の面を選択して 3D カーソルを肩の回転したい位置に合わせてピボットを 3D カーソルにして腕を回転させます。ついでに顔の面も大まかに作っておきます。今回は顔は作り込みませんので詳しい方法は以前の動画を参考にしてください。大まかに作ったモデルを保存しておけば別のキャラクターを作る時のベースになりますので顔まで大まかに作って保存しておくことをお勧めします。ここまでできたらモデファイヤーでサブディビジョンサーフェイスをかけます。オブジェクトにスムースシェードをかけて滑らかにします。この段階でオブジェクトを複製してこのモデルを残しておきます。オブジェクトを非表示にして複製したオブジェクトの胸の面を選択してそれぞれの面を押し出します。そしてスカルプトモードにして女性らしい形に整えていきます。まだ調整できる面は最初のローポリゴンのままなので大きく整える感じで形を整えていきます。ビューポートオプションでワイヤーフレームを表示すると動かせる頂点の位置が分かりやすくなります。この段階でできるだけ形を作っておくことをお勧めします。
慣れてくると直感的に高速で楽しくどんな形でも作ることができるようになってきます。どうしても面が足りない場合はエディットモードでエッジを分割することもできます。しかし複雑になってくると制御しづらくなってきますので、なるべく少ない面で形を作ることをお勧めします。顔の方も大きく形を作っておきます。またこの段階で作ったものを保存しておけば、他のキャラクターを作るときにここから始めることができますので、キャラクターをいっぱい作っていきたい人はここまで作ったものを保存しておくことをお勧めします。ベースが完成しましたら、オブジェクトを複製してサブディビジョンサーフェイスを適用します。レベル1の段階のポリゴンに分割されます。そしてマルチレゾリューションモデファイヤーをかけてサブディバイドを2回押して、さらに面を細かく分割します。スカルプトモードにして本格的に体の形を作り込んでいきます。元の形をある程度作っていたため、細かいディテールを作り込んでいくことに集中できると思います。基本的なスカルプトのツールだけでも十分に細かく作っていくことができますので、まずは基本的なツールを使いこなすことに集中すると良いと思います。ある程度作り込んだら、マルチレゾリューションのシェイプのアプリベースを押して、ベースのモデルに形を反映させます。ローポリゴンのベースモデルにある程度形が反映されます。しかし思ったようにならない場合もあるので、エディットモードで変になったメッシュを修正します。メッシュを修正するとスカルプトが崩れますので、再度スカルプトモードで形を整えます。裸のモデルが完成しましたので、服を作っていきます。まずは下着を作ります。体のモデルのスカルプトを再度サブディバイドして細かくします。マスクで下着を描いて、マスクを反転させて押し出して下着にします。次に T シャツを作ります。服はなるべく素直な形のモデルが良いので、一番最初の胸のないモデルからメッシュを切り出して作っていきます。最初のモデルを複製します。 T シャツにしたい部分を選択して反転して削除します。袖の部分をエッジで分割しておきます。スカルプトモードで形を体にある程度合わせます。胸が飛び出ますが、今のところは胸以外を合わせておきます。フェイスセットを設定しておくと、布のシミュレーションの影響を受けさせないようにすることができますので、袖の部分などに
フェイスセットを設定しておきます。 T シャツのメッシュにマルチレゾリューションを3段階ぐらいかけます。スカルプトツールのタブをシミュレーションにすると布のシミュレーションツールがありますので、これらを使って布のシミュレーションをさせながら布のシワをスカルプトしていきます。折り曲げたり引っ張ったりシワをつけたりすることができます。体のメッシュにコリジョンをつけることができますが、途端に処理が重くなります。メッシュの単体だと軽くシミュレーションさせることができますので、良い感じのシワの形を作ることに専念して、めり込んだ部分は通常のスカルプトのムーブなどで後で整えるようにすると良いと思います。シワができすぎた部分はスムーズで滑らかにします。そして胸の部分の服の表現はドラッグで前に引っ張ってくると良いと思います。出ている部分の引っ張るシワがうまく表現できると思います。良い形ができたら通常のドラッグツールでめり込みをなくします。そして全体を通常のスカルプトツールなどで形を整えていきます。T シャツの形が出来上がったらアプリベースを押してレベル1の形を確認します。問題がなければ次にショートパンツを作ります。また最初のモデルを複製してパンツになる部分のメッシュを切り出します。選択を反転して面を削除します。スカルプトモードで形を体に合わせます。そしてベルトの部分と裾にフェイスセットを設定しておきます。布シミュレーションブラシを使って形を作っていきます。ベルトの部分にマスクを描いて反転して少しへこませます。次に裾にマスクを描いて裾を折り曲げているように膨らませます。サブディバイドを増やしてもう少し詳細にスカルプトできるように分割します。そしてショートパンツの裁縫の縫い目を描いていきます。前面のチャックの部分と横と後ろのポケットを描いていきます。後ろのポケットはマスクを描いて押し出します。T シャツもサブディバイドを増やして裁縫の縫い目を描いておきます。そしてモデファイヤーのソリッドをつけて布の厚みをつけます。ショートパンツにもアプリベースを押して
レベル1の形を確認します。次にスニーカーを作ります。また最初のモデルを複製してスニーカーになる部分のメッシュを切り出します。スニーカー用に少しメッシュを分割してメッシュを増やしておきます。そしてスカルプトモードでスニーカーを作っていきます。形ができたらソリッドで厚みをつけてミラーをつけておきます。そして靴紐を作るためにナーブスカーブを追加します。最初にできたカーブの頂点を選択して削除します。カーブのドローツールで左上の投影方法をサーフェイスにして靴に紐を描いていきます。カーブプロパティのジオメトリーベベルのデプスを設定してカーブを紐にします。エディットモードで頂点を靴紐になるように編集します。紐状のものを作るときはカーブで作ると簡単に作ることができます。結び目もカーブで描いて作っていきます。これで服のモデリングが出来上がりました。今回は顔は作り込みませんので、以前の動画で作成した女の子の顔をアペンドで読み込んできます。他で使いそうなモデルはコレクションでまとめておくと必要なものだけをアペンドすることができます。大きさがかなり違っていますのでスケールを合わせていきます。大きさを合わせたらいらない部分を削除して T シャツに収まるように編集します。体のメッシュを複製して顔と服の中を削除します。これで女の子の顔と体を合体させることができました。モデリングが全部揃いましたので体と服の UV を展開して色や質感をつけれるようにしていきます。継ぎ目がなるべく目立たなさそうなエッジを選択してシームを設定していきます。まずはモデルごとに UV を展開していきます。靴はミラーをかけているとメッシュにコンバートした時にマルチレゾリューションがおかしくなるのでミラーは削除して片方の UV を展開した後にオブジェクトをミラー複製するようにします。体のすべての UV が展開されたら体のテクスチャーを一つにまとめたいので、すべてのメッシュを選択して UV メニューのアベレージアイランドスケールをして UV のスケールを揃えます。その後にパックアイランドをして一つのテクスチャーに収まるように配置します。少し隙間を空けておきたいのでマージンの値を調整します。これで UV が設定できましたのでペイントモードで色をつけていきたいと思います。体と服のすべてのメッシュに同じマテリアルを設定して新規作成したイメージテクスチャーを貼ります。ノードラングラーでコントロール T を押してカラーにイメージテクスチャーを設定します。新規でイメージを 2048×2048 で作成して色はひとまずグレーにしておきます。テクスチャーペイントのワークスペースに移動して色をつけていきます。塗りつぶしツールで色をモデルにつけていきます。 T シャツは白で体の色は
顔のテクスチャーから肌色をスポイトで取得してきます。ショートパンツはジーンズっぽい色にしておきます。裾の部分は裏地の色にしたいので、白っぽい色に調整してブラシツールで描いていきます。モデルにもテクスチャーにも直接描くことができますので、やりやすい方で描くと良いと思います。裁縫の部分は少し黒くしたいので、濃くした色を定山で描いていきます。スニーカーも色を塗っていきます。T シャツの胸にロゴを入れたいので、前回の動画で使ったアルファマスクをテクスチャーで読み込んできます。読み込んだテクスチャーを右上のテクスチャーマスクに設定して、ブラシで大きさと位置を決めていきます。フォールオフをコンスタントにすると、端まで鮮明にイメージを貼ることができます。体に影や赤みを入れたいので、エアブラシで色をつけていきます。これで色をつけることができました。次にマルチレゾリューションをノーマルマップにベイクしていきます。レンダーエンジンをサイクル図にします。レンダープロパティの下の方にベイクがあるので、ベイクフロムマルチレゾにチェックを入れます。イメージテクスチャーのノードを追加して、新規でイメージを作成します。モデファイヤーのマルチレゾリューションビューポートのレベルをベイクしたいレベルに合わせます。体のレベルを0にしておきます。作成したイメージテクスチャーのノードを選択したままでベイクボタンを押します。ノーマルマップがベイクされます。左側のテクスチャービューで確認できます。ベイクされた段階では保存されていませんので、イメージを保存しておきます。次にパンツや T シャツやシューズのノーマルマップをそれぞれベイクして保存していきます。ノーマルマップを全部ベイクすることができたら、クリタなど画像編集ソフトで全てのノーマルマップをオーバーレイで合成して一つのノーマルマップのテクスチャーにします。またシェーディングワークスペースに戻って統合したノーマルマップを呼び込みます。それをベクターからノーマルマップのノードを追加して、カラースペースをノンカラーにして、プリンシプルド BSDF のノーマルに接続します。そうすると、ノーマルマップが反映されます。これでマルチレゾリューションを外して、ローポリゴンでも詳細なモデルになります。体はレベル0で、服はレベル1で、メッシュにコンバートして、モデファイヤーを適用します。体のメッシュの服からはみ出している部分を調整したり、最後のメッシュの調整を行います。
ついでにジーンズの布の質感を追加してみたいと思います。マテリアルを追加してショートパンツに適用します。体のマテリアルからカラーとノーマルのテクスチャーの濃度をコピーしてきて新しいマテリアルにつなぎます。そして以前の動画で使ったジーンズのラフネスとノーマルのテクスチャーをノードラングラーのプリンシプルセットアップで読み込んできます。ラフネスとノーマルに読み込まれますのでマッピングのスケールを調整します。体の方で設定したノーマルのイメージをミックスカラーで合成してノーマルマップをつなぎます。これで質感と服のシワをつけることができました。せっかくなので T シャツにも布の質感を設定します。全体的な調整を行い女の子のモデルが完成しました。いかがでしたでしょうか。ローポリゴンから体や服を作っていけば簡単に楽しく早くクオリティの高いキャラクターが作れますよね。それにブレンダーの強力なツール類があればどんなキャラクターでも作っていけそうですよね。これでいろいろなキャラクターを作ってみてくださいね。さあ無限の想像の世界へ。ボロイロボットさん、せっかく体を作っていただいたのですがおへそが出てしまっているのは恥ずかしいです。そうですか。では希望する服を作りましょう。どんな服がいいですか。はい、そうしましたらかっこよくて可愛くてピカピカしていてシャキッとした感じの銀河パトロール隊の女子隊員の制服をお願いします。わかりました。その服はそのうち作ることにして次の動画では今回作った服で骨と表情を入れて VTuber を作ります。では気を取り直して無限の想像の世界へ飛び出そう。